日本を代表する、クライマーといえば、男子クライマーといえば、楢崎智亜選手だと思うんですけど、アメリカにね、ショーン・ベイリーというクライマーがいます。25歳、163センチの選手ですね。この選手、本当、楢崎智亜選手のね、ライバルになるんじゃないかっていうぐらい、今すごい来てる選手になります。2021年はボルダリングのね、ワールドカップで1位で、リードではね、2回優勝してますね。すごいいい成績を持っていて、ですけど、結構ムラがね、あるんですよ。優勝する時もあれば、結構30位とかいう時もあって、まだ結果が、そんなに2019年、2020年の時はあんまり結果出せてなくて、2021年からね、ドッと来た感じなんですけど、何がすごいかっていうとね、結構頭が良くて、繊細な動きをするんですけど、繊細な足運びとか、手の動きとかもあるんですけど、結構なね、パワー系な選手なんですよね。パワー系といったら、日本でいう、楢崎智亜選手みたいな感じになるんですけど、それと似たような感じの、すごいパワー系、パワーもすごいあるし、繊細なね、足のこの運びっていうのもすごい得意な、そういう選手になっています。ということでね、今日はね、ショーン・ベイリーを見ていきたいなと思います。最初の、ワールドカップの課題っていうのが、ソルトレイクシティのね、2021年。これ優勝した、大会になりますね。1課題目ね、飛んでね、腕だけでね、ポンポンポンってホールドをね、掴んでいきながら行く、このムーブなんですけど、もうこれってもう見てからにもう完全にパワー系ムーブみたいな感じですよね。コーディネーションっていうか、コーディネーションって結構2回連続、大のしたりとか、そういうのはあるんですけど、3回ってね、なかなかないですよね。だから結構な選手がね、やっぱり勢いがなくなってしまって、3個目のホールドが取れない、みたいなね、状況になってしまうんです。はい。難しいところっていうのは、やっぱり腕だけでね、最後までどうやって最後のホールド行くかと。で、単純だけどね、めちゃめちゃ難しいで。足もないし、腕だけでね、行かないといけないと。すごい難しいですよね。しかも最後のホールドは横向きになっているので、触れたとしてもね、保持するのがね、また難しくなってるんですよ。ラストホールドを取ったと同時に、この足をね、このボリュームというか、大きなこのホールドにかけないといけないっていうのがね、難しいと。これどうやってやるんだって話ですよね。で、このアクロバティックなムーブっていうのが得意な、楢崎選手でさえもね、ここ、完登することができなかったんですよね、この課題。やっぱりね、難しいと。で、どうやってこれを攻略するのかっていうところなんですけど、ショーン・ベリー選手はですね、両足をね、右にキープしたまま、体を左に倒しながら、で、ホールドをね、指にかけてるんですよね。そうすることで。で、そうしながら、比較的、ゆっくりでホールドを取りに行ったんですよね。しかもこの二つ目のホールドで一旦一瞬ホールドをね、保持して止まってるんですよ、体を。で、まさかの勢いを殺していく、課題だったんですよね、これっていうのは。そして、改めて三つ目のホールドっていうのを通って、ゴールまで行ってしまったと。で、足がないのにね、体をね、左に倒しながら、で、ホールドを連続して取っていくっていうのがね、ほんとすごいですよね。一見連続してね、ホールド取りに行かないといけないムーブに見せかけて、ゆっくりね、行かないといけないっていう、これね、うまく選手を騙した、このルートセッター。このルート作ったこのセッターが、すごいですよね。で、この、ムーブを見つけた、そのセッターの想定ムーブを見つけたこのショーン・ベイリー選手。かなりすごいですね。しかもね、足場がない状態で、足を高く上げて、右に上げて、体を寄せて、横向きのホールドにかけるっていう。これほんとすごいですよね。で、この大会の4課題目なんですけど、この4課題目、この課題の革新っていうのは、2箇所あって、最初とね、最後のホールドになんですよね。最初は右手をね、かなり引きつけて、固めないといけないと。で、次のホールドがめちゃめちゃ遠いんですけどね、これがめちゃくちゃきつそうなんですよね。うまく足で体を起き上がらせながら腕の引きつけをキープしないといけないっていう、そういうムーブになってます、最初はね。で、ショーン・ベリー選手はですね、右手はね、ホールドの面に置いて、押すような感じで、他の選手が結構ピンチとか、
ホールドを右手で保持してる感じの持ち方してたのに対して、この選手は面に手のひらを置いて、それでこう押す感じ、体を持ち上げてるんですよね。そうすることで、左手をね、こう取りに行きました。そうやって最初の課題の、確信を、クリアするんですけど、そしてね、最後のムーブなんですけど、これ藤井心選手ね、こっからめちゃくちゃ遠いところにね、最後のホールドがあるんですよね。で勢いよく、左足をこうボリュームの上に上げて、で、踏み込んで、こう飛ぶんですけど、この飛ぶ方向がね、右斜め上になってるんですよね。で、ホールドがこう右向けについてるので、左手がね、なかなかかかりにくくて、こう、そのまま振り落とされてしまうっていうか、左手が外れてしまうっていう感じになってしまってますよね。これ一歩間違えるとね、これ指がぶっ壊れそうな、そんな課題ですね。で、ショーン・ベイリー選手なんですけど、よく見ると、この左足がボリュームのこの下の、この端っこをね、こう使って踏み込んでるんですよね。で、体が右に振られないように、こうしてるんですけど、だから、できるだけ、こう、ボリュームの右側を使って、足を踏み込んでるんですよね。で、藤井心選手とか、尾形選手と比べると、体がね、あまり右に飛んでないっていうのがわかるんですけど、やっぱそれは足の位置ですよね、左足の。で、パワーだけじゃなくてね、こうシビアな足とか、手の使い方っていうのがね、本当にすごい、選手になりますね。かなりこう頭がいい登り方をする選手ですね。ルートセッターが作るこういうルートと、自分のね、得意なムーブがね、バチッとあった感じでしたね、本当に。で、この大会、ね、優勝しました。これ多分初優勝だったんじゃないかな。そんな感じでしたね。次。この選手、ボルダリングもすごいんですけど、リードのね、大会も本当に結果残してて、すごいんですよ。むしろね、リードの方が2回優勝してるってことで、ね、ウィラールワールドカップの2021をね、見ていきたいと思うんですけど、この課題の難しいところっていうのは、途中からね、勝ちホールドが連続するんですよね。で、どこで落ちてもね、おかしくないくらい持ちづらいホールドがもう連続してます。確信っていうのがあんまりはっきりしないような。そういうね、課題になってました。で、ドイツのね、このヘレンケ選手なんですけど、最初のね、勝ち時刻の終盤で、最もね、悪いホールドが出てくるんですよ。めちゃめちゃこう、勝ちでめちゃくちゃ悪いと。で、これ左手なんですけど、で、なんですけど、こう左手取るときにこれ右手がね、外れてしまって落ちてしまったと。それぐらい、勝ちがめちゃめちゃ悪いんですよね。で、ダフィー選手。ね、この選手っていうのは、その勝ちの部分はね、乗り越えたんですけど、このスローパーのね、箇所で落ちてしまったんですよね。このスローパーもよく見たらね、本当に持ちづらい。めちゃめちゃ、どこでこれ持つのみたいな感じの、ホールドなんですけど、勝ちだけじゃなくてね、ホールドもね、めっちゃ悪いホールドがついてるという感じなんですよね。で、この大会2位になった、アレックス・メゴスなんですけどね、持ち前のね、強い保持力でね、こう最終盤までこう行くんですよね。で、傾斜しているボリュームにね、こう足を乗せて、で、勝ちまた次のホールド取りに行くんですけど、足を滑らしてしまって、落ちてしまったという感じですね。これ足ね、かなり悪そうなんですよね。ここをどうするかっていうところなんですけど、この大会優勝したショーン・ベイリー選手。勝ちのゾーンもね、クリアして、で、スローパーもね、難なく保持しての、本当にね、簡単にやってるように見えますよね、見てる感じでは。でもアップで、ホールドをアップで見せたときに、なんちゅうホールドや、みたいな、めちゃめちゃむずいホールド。本当に持ちづらいホールドになってるんですよね。で、このね、アレックス・メゴスで落ちてしまった箇所っていうのをね、どう攻略して次につなげたかというと、足をね、この上のホールドの上に上げて、こう、滑らないようにね、ちゃんと右足をね、上げてるんですよね。ここまで高く足上げられるっていうのは、相当腕のね、こう力を使うと思うんですよ。ね、腕の力っていうのがね、もう背筋とかね、いろいろあるんですけど、やっぱ保持力、それも本当にすごいし、何よりもね、ここまで、いろんなその悪い勝ちホールドとかを登ってクリアしてきたわけですよね。で、そういう状態なんですけど、こう腕の保持力がここまで残ってるって本当にすごいですよね。このね、腕に近くなるぐらい足を高く上げるのってめちゃくちゃきついんですよね。しかもリードとかもう本当に遠い、長く登ってるやつは特に。だから本当にすごいなと思います。で、冷静な判断でね、足を上げて、次の勝ちホールド取りに行ったっていうことで、優勝が決まりましたね。っていうことでね、本当にね、こう足の使い方、シビアなね、この足の位置とか手の位置とかいう使い方も本当にすごいし、何よりもそれを支えてる、そのパワーみたいなのがね、本当にすごいから、
まあ、楢崎智亜選手ほどの、アクロバティックな、ダイナミックなムーブまではいかないんですけど、だけど、少し、工夫のいるような、シビアな、かつダイナミックなね、そういう、ルートっていうのをね、本当に得意としている選手なので、もしかしたらね、これから、楢崎智亜選手のね、すごいライバルになるんじゃないかなと思います。25歳なんでね、まだこれから、一番ね、乗りに乗ってる、年齢なんじゃないかなと思います。来年の本当に活躍がね、本当に、楽しみな、そういう選手になってました。ということで、今日、紹介した選手はショーン・ベイリー選手です。また次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。